停戦で終わったように見えても、対イラン圧力は止まっていません。主戦場が海移ったからです。流れは一本です。2025年2月の最大圧力再始動、2026年3月のエピック、フユーリー、4月の停戦、そしてホルムズの条件付き通行へ続きます。だから見るべきは、誰が勝ったかではありません。誰が海のルールを握るかです。ここから先は、ユーザー資料を骨格にしつつ、使用日付と公式声明だけを一時ソースで重ねます。軍事被害や戦果は当事者発表と独立確認を分けます。市場数字も4月22日時点の現在地として扱います。出発点は2025年2月4日。最大圧力は核だけでなく、ミサイル、革命防衛隊、代理勢力、収入源まで最初から一体で縛りました。その政策戦は2026年3月1日のエピック、フユーリーで軍事局面に入り、4月1日にも広い目標を維持しました。だから4月の停戦は終点ではありません。停戦後に残ったのは、封鎖、検査、保険、通行をめぐる海上圧力の第2局面でした。2025年2月4日、ホワイトハウスは最大圧力を再始動しました。そこでは核だけでなく、ミサイル、革命防衛隊、代理勢力、そして収入源の遮断までが一体で書き込まれています。つまり後に軍事行動へ接続される論理は、戦争が始まるずっと前から政策文書の中に置かれていたわけです。この覚書の本当の重さは、制裁圧力と軍事圧力の境目を曖昧にした点です。原油収入、港湾活動、海運、保険までが圧力の道具になるなら、後のホルムズ争いは偶発ではありません。制裁の延長線で海上が争点になった、そう読む方が全体のつながりは自然です。そして2026年3月1日、エピック、フユーリーが公表されました。ホワイトハウスはそれを核脅威の排除として語りつつ、ミサイル能力、代理勢力、海軍力の打撃まで含めて説明しています。つまり戦争局面は新しい新方針ではありません。事前に宣言されていた圧力戦を軍事で実行した段階でした。4月1日の演説でも目的はぶれていません。海軍力の破壊、ミサイル能力の削減、核武装の阻止、代理勢力支援の遮断。言い換えれば、空爆の途中で急に目的が変わったわけではなかった。戦争の途中でも最初から広く設計された目標群がそのまま維持されていたのです。転換点は4月5日から7日にありました。トランプは圧力を極限まで高め、インフラにまで触れる脅しを示した直後に、ほとんど缶を置かずに終間停戦へ移ります。これは平和への素直な旋回というより、典型的な強制交渉の方です。崩壊寸前まで押し上げ、条件付き停止に持ち込む、その流れです。ここまでをまとめると、対イラン発信は起こりの即興ではありません。最大圧力、軍事圧力、停戦圧力が同じ戦略目的の上に積み重なっていた。だから自然な読みは連続性です。発言がバラバラだったのではなく、発言と行動が一つの線でつながっていたと見る方がむしろ無理がありません。イランの反応は2層に分かれます。第1層は法的非難です。外務省は米国とイスラエルを侵略者として位置づけ、学校や病院、研究施設への攻撃を戦争犯罪として打ち出しました。被害数字そのものは当事者発表として見る必要があります。ですが、テヘランが最初に戦ったのは軍事だけでなく法と外交のフレームでもあったのです。第2層はもっと実務的でした。3月22日から23日にかけて、イランはホルムズ海峡を法的には閉じていないと言いつつ、敵対国や敵対勢力に結びつく船舶は普通の通行として扱わないと示します。全面閉鎖は避ける。しかし通行そのものは選別圧力に変える。この曖昧さがむしろ強い交渉力になりました。この論理は4月8日の国家安全保障最高評議会名義の声明でさらに明確になります。攻撃が止まるなら自衛行動も止める。そしてホルムズの安全通行は2週間認める。つまり停戦と海上通行は完全に別の話ではありませんでした。同じ取引の両側に置かれていたのです。
ここが重要です。イランは海峡を単なる威嚇としてではなく交渉カードとして使っていました。完全封鎖は外部アクターを一気に敵に回しやすいけれど、条件付き通行ならエネルギー市場と保険を揺らしながら交渉余地を残せる。この差は大きい。海峡は破壊よりも条件付き正常化の交渉カードとして使われたのです。イスラエル側の運用も米国の圧力線とずれていません。3月28日、イスラエル軍はイランとレバノンにまたがる250兆の目標を攻撃したと述べ、米空軍の空中給油支援映像も出しました。実際の戦果は当事者発表として見る必要があります。ですが、イラン正面とレバノン正面をつないだ多正面圧力の演出は極めて明確でした。政治戦でもイスラエルは別回路を残しました。ネタニヤフは米イラン停戦がレバノンに自動適用しないと繰り返し述べ、4月16日にはヒズボラ武装解除と北部住民の帰還を条件として明示します。つまりイラン正面が止まっても別の圧力回路は生かしておく、その設計です。だから4月停戦はとても不完全でした。イランはホルムズを条件付きの交渉カードにし、イスラエルはレバノン正面を別立ての圧力線として残した。地域全体が一斉に緩んだわけではありません。一つの正面を一時停止しながら別の正面と海上ルールでテコを持ち続けた、それが実態です。外部アクターの反応も示唆的です。3月末の主要7カ国外相声明は民間人、重要インフラ、そしてホルムズの安全航行に焦点を置きました。理念の勝敗よりどこまで海運とエネルギー流通が傷つくかを気にしていた。つまり外の世界はこの危機を純粋な戦争物語ではなく海上要衝危機として見始めていたわけです。4月8日の共同声明ではその論理がさらに明確でした。日本を含む各国は2週間停戦を歓迎し、レバノンを含む実施を求め、同時にホルムズの航行自由を強調します。ここで重要なのは順番です。停戦を歓迎するだけでなく、海上アクセスの回復までを一体の政策パッケージとして扱っていることです。中国とパキスタンはより露骨に仲介側へ寄りました。中国外務省は停戦を歓迎し、パキスタンによる仲介努力も含めて外交チャンネルを支持しています。北京のメッセージは単純です。戦闘を止め、外交空間を戻し、海上輸送路とエネルギー安定を守れ。ここでも中心は体制転換ではありません。アラブ首長国連邦と欧州連合はやや硬い線ですが、それでも軸は同じです。停戦を支持しつつ、ホルムズの無条件再開を要求し、航行妨害には制裁を結びつける。つまり政策手段は違っても海上秩序を戻すことが共通目標になっている。ここでの国際社会は空爆の勝敗より海上秩序の復元に関心を集中させています。ここはかなり重要な結論です。立場の差はあっても外部アクターの現実的な関心は停戦崩壊を防ぐことと航行自由を戻すことにほぼ収束しています。要するに世界はこの危機を純粋な戦争物語としてではなく、世界経済を直撃しうる海上輸送路の緊急事態として読んでいる。そこに大きな一致があります。予測市場もほぼ同じ読みをしています。停戦前はそもそも停戦が来るのかが焦点でした。停戦後は論点が変わる。いつ延長されるのか、恒久和平はどれほど遠いのか、ホルムズの通行はいつ通常に戻るのか、市場が見ている戦場も戦争の有無から正常化の速度へ移ったのです。2026年4月22日時点のポリマーケットを見ると、停戦延長の本命は4月22日で 51%、次が4月21日で 25% です。恒久和平の市場では4月22日が 4%、4月30日が 32%、6月30日が 66%。要するに市場はすぐの最終和平よりもロイ延長をはるかに本線に置いています。ホルムズの値付けも同じ慎重さを示します。ポリマーケットは4月末までの全面正常化を 13% と見ている。一方カルシは6月前の正常化を 67%、5月15日までを 50%、5月前を 32% と値付けしています。つまり改善は見ている。しかし早くきれいな正常化は見ていない。
その読みが市場の中心です。ここまでを重ねると真ん中のシナリオが最も強く見えます。停戦は延長される。だが封鎖、検査、制裁、条件付き通行、レバノン圧力は並行して続く。もっと明るい道は海上緩和と協議再開が同時に進む場合、もっと暗い道はダホヤの3から再エスカレーションが始まる場合です。今一番筋が通るのは中間シナリオです。だから第2局面の本質は海上ルールです。誰が通るのか、誰が検査されるのか、保険はどう再計算されるのか、どの主体が制裁対象になるのか、爆発の回数が減っても海上支配の局面へ移れば経済と外交への圧力はむしろ長引きやすい。地味でもその方が世界には重いんです。日本目線でもこの読みが現実的です。日本の志賀強岡声明が強調したのはホルムズの航行自由でした。抽象的な体制物語ではなく、エネルギー安全保障、海運安定、そして企業と家計への波及が本題だからです。東京が見ているのは正義の物語より供給ショックの現実です。この先の中視点はかなり具体的です。停戦延長の条件はどう積み上がるのか、ホルムズの実務回復は本当に進むのか、レバノン正面は再拡大するのか、そして検査と封鎖が反抗級的なルール体系になってしまうのか、ここを追えばこの第2局面が短い例外なのか、新しい平時なのかが見えてきます。結論はかなり明瞭です。トランプの対イラン発信は見出しだけのノイズではありませんでした。最大圧力の再始動、軍事行動、停戦交渉、そして海上圧迫までを一本につなぐ連続シーケンスだった。危機は停戦で終わっていない。海上、強制圧力と条件付き正常化をめぐる第2局面へ移った。そう読むのが一番整合的です。あなたはこの第2局面の最大リスクをどこに見るでしょうか。ホルムズ海峡の通行か、レバノン正面の再拡大か、それとも封鎖と検査が新しい状態になってしまうことか。気になる論点をぜひコメントで聞かせてください。